世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。ヨグマたちよろしくお願いします。はい。はい。世の中には試験やテスト、面接だったり、自分の資質を問われるテストと言われるものがたくさんありますよね。それこそ前日が緊張してるなって眠れなかったりとか、ここぞという時に勝負強くなる方法などありましたら、ちょっとヨグマたちにお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか？やはりね、普段から勉強とかしてね、準備をしていくっていうの、当たり前のことなんですけれども、試験一夜漬けとかね、やはりそうだとなかなか実力発揮できないかもしれないので、普段からね、しっかり勉強したりね、いろいろ情報を集めたりということでね、何があってもね、万全のような感じでね、準備をしていく、そういうのがね、大切だと思うんですね。で、近づいて、いざってなったらね、うちのスタッフなどはね、もう、手を合わせてね、祈るというかね。で、手を合わせるっていうことはね、すごくね、右のエネルギーと左のエネルギー、一体になってね、精神統一状態になって、マインドがゼロになるんですよ。で、マインドがね、働かなくなるっていうかね、やっぱり心が心配の方に行ったりね、何喋ろうかとかね、いろいろ余計なことを考えたりね、失敗したらどうしようとかね、人がどう思うかとか、いろいろマインドが働きすぎちゃうんですね。失敗したらどうしようかと、悪いことを考えてしまったりね。だから無心になるっていうことが大切だと思うんですね。本当は瞑想とかしてね、その指導者に会ってですね、瞑想をして、瞑想っていうのは内側を整理整頓するね、営みなんですけどね。そうやって隙間を作ってね、そのマインドの方につながらないようにね、マインドつながったらその準備した勉強のこととかね、いろいろ今までの体験とかね、やはりいい体験とか成功体験とかね、そういうことがその人に自信を与えますのでね、本当に土壇場などはね、心の中で手を合わせてね、それで本当自分の奥深くにそういう力強い存在、あるいは日頃からね、そういう存在につながって、うちだったらマスターにつながるとかね、あるいは神様につながるとか、そうすると自分のマインドがスッとね、引いてね、そして深く今までやってきた自信のあるね、そういう体験につながって、そういう知識につながって、スーッと余計なマインドが働かないので、土壇場にね、強くなるっていうかね。日頃から瞑想をしてね、で、またしっかりと準備を整えてね、なんか面談があるんだったらね、やはりどういうこと喋らなくちゃいけないかってちゃんと整理整頓していくと、そういうのがね、一回成功していくとね、さらに成功体験がさらに次の成功体験につながっていくっていうか、意外に私はね、ぶつけ本番が多いんですけれども、それの方がなんか良さが出たりね、今度準備する時間があったらね、準備して、そういうものを積み重ねていくとね、今度その準備なしにもできるようになるのかなって思いますね。マインドにつながってるとね、どうしても心配の方につながっちゃうので、それもう全部知ってるんですよ。情報も入ってんの。だから勉強もしたんだけどね、いざって時マインドがぐちゃぐちゃしちゃって。なるほど。緊張するっていうのはマインドにつながってしまってるってことですね。そう。前のなんか失敗した体験とかがあったりね、周りの目を気にしたりね、どうしたらいいかとかやったら考え込んでしまうのですね。考え込まないようにしていくといいんじゃないかなって思いますね。なるほど。ヨグマたち自身は、緊張っていう言葉が感じるってことがあるんですか？緊張っていう状態を感じるってことがあるんですか？緊張はね、感じないんだけどね、欲で、例えばみんなにたくさん教えてあげようとかね、そういうのも欲なんですよね。だからみんなにたくさん情報を与えようと思って、
たくさん喋りすぎちゃったりするとみんなわーってなるからね、もっとこうゆっくりね喋ったり間を取ったりね、まあそういう練習をしたことがないので、私もこう皆さん今日は、緊張ということについてお話をしたいと思います。いつ、どんな時緊張するでしょうかとか、なんかちょっと演じて喋るといいのかなと思ってなんかそれでこうゆとりを持ってね、やっぱ練習するといいんですよね。だから私は自然体すぎちゃって、もうちょっと私まだ成長できるのかなっていうところがあるので、まあ上手な人の真似をして、私ねノーマインドで喋ってんですよ。なるほど。もっとマインド使って、うん、こうなんかみんなに語りかけるようにね。それ私はバーってなんかテープレコーダーのように出てくることをバーって喋ってるので、すごくね深いところのエネルギーで喋ってるから、みんな寝て聞いてんですよ。だからねあとすっきりしたりするんですけれども、で今日勉強になりましたかって聞くとね、はーいとか言ってね、私がなんかおかしいこと言ったところだけ覚えてくださって、あとなんか全部忘れてたり。そういう状態になるんですね。いやなんかね、だからもうちょっとマインドを使ってね、すごくゆっくりね喋ったらいいのかなって、人の講演会とかヒマラヤ行ってたからね、見に行ったことがないから人がどういうふうに喋ってるか知らないんですよ。あまりにも自然すぎて、だから人の真似するっていうのはちょっと苦手なので、自分らしい生き方をしてきたので、全部自分、ヒマラヤって誰も行かないのに、誰か行ってたら真似していくとかじゃなくて、全部最初にやったんですよ。ヨガの先生になったっていうのも最初。カルチャーセンター誰も教えてない。デパートに行っちゃったんですよ。だから誰もやってない時にやったので、誰が真似するってことじゃないんですよ。どうやって教えるかも全部自分で考えてやったので、だから喋り方も誰かの見て真似したとかじゃないからわからない。ヨガたちまとめると、やっぱりこういったヨガたちのように日頃からこう瞑想したりとか、をすると、こう緊張とかいうそういう概念じゃなくなるということですね。ちゃんとこう。そうですね。準備をしていくとね、今にいるってことなんですよ。だからマインドがね、そっちに行かないから、心配の方に行かない。先どうしようって失敗したらどうしようとか、いろいろ考えてるんじゃないかと思うんですよ。欲を書かなければね、まあ失敗したら失敗したでいいやみたいなね。やっぱまたやり直せばいいって。ちょっと気楽に考えてね、全て学びだっていうふうに考えて、でもまあしっかり自分に誓ってね、大丈夫って思って、言っていくと大丈夫なんじゃないですか。でもまあ私のねマントラをいただいて瞑想されていくと、勝負強くなりますよ。どんどんいいことが起きてね、内側が整理整頓されてね、ネガティブなことが消えてね、どんどん成功に導かれていきますよ。頭も良くなるんですよ。記憶力も良くなるし、整理整頓されてね、いざつ時に出てくるわけ。いっぱい詰めててもね、いざつ時にこう出てこない、緊張しちゃうと出てこないね、みんな友達と思えばいいわけですよ。面接の人もね、お父さんって思ったりね。だから自分の中にこう愛が増えてくるので、みんなこう味方だと思う。みんななんかこう怖い敵とか思わない。直感が働くのでね、直感。だからその場でいろいろなこうどんな質問でもこうパッパッとこうね、切り替えてね、いろいろな引き出しがね、パッとこう浮かんでバッと答えられる。